こんにちは、はじめまして、阿部ゆです。テイスティでは SNS の配信を普段担当しています。最近料理を始めたんですけど、テイスティの担当になったっていうことで、でももう普段全然料理しないので、もうほとんどもうできない。最近の悩みがですね、こちらにドーンと置いてあるんですけど、キャベツの千切りができない。キャベツの千切りができないんです。ということで、まず私がどれだけ千切りができないのかっていうのをちょっと今から実践してみたいと思います。スタートでどう切るかみたいなのが結構大事だと思うんですけど、よくわかりません。とりあえず半分にします。で、このなんか芯をきっと取るんですよね。ちょっと待って、キャベツを切るの結構久しぶりすぎて、こうしていくってことですよ、要は。これいけてんじゃないですか、これ。でも多分もっと本当は細いはず。とんかつ屋さんとかで乗ってるやつってこういうのがないんですよね。正解がわかんない。千切りに良さげなグッズをいくつか買ってきてみました。こちらが厚み調整スライサー、100均で売ってるやつです。あとこっちが千切りピーラー。これがなんて言えばいいんだろう、あれですね、これ挟んでね、ぐるぐるするやつですね。これ結構したんですよ。Amazon で買ってきたやつです。千切りピーラーの方試していきたいと思います。これね、この絵の通りにちょっとやってみたいんですけど、すごいなんかもう千切りっていうよりこれはなんかあれですよね。なんだっけ、あれですよ、みじん切りみたいになるってことですよ、これきっと。絵の通りにじゃあいきますね。あれ？全然切れないんですけど。正しい使い方が分かんない。これみじん切りじゃん、千切りじゃなくて。熊にかじられたみたいなキャベツになってる。ガブっていっちゃった感じありません？これ熊が思ってたんと違う。どんどんなんかかじられてってるよ。千切りピーラーで切れたのが千切りじゃなくて、多分これみじん切りだなっていう。メンチカツとかに入れたらすごい美味しそうだなっていうぐらいの細かさですね。厚み調整スライサーを試してみたいと思います。この絵の通りにやればいいんですよね。シュッシュッシュッってやるみたいなね。薄い、厚い、厚さが調整できるっぽいですよ、これ。とりあえずめっちゃ薄いみたいな感じでこうして、めっちゃ良くないですか、これ。これ求めてたやつじゃないですか、これ。だってもう普通に手で切ったらこんな感じになんないっすもん。求めてるものがあるのであれば、それはもう金で解決しちゃった方がいい。めっちゃすごい、すごい。プラス200円っていうのがとてつもなく大きいってことですよね。でもなんか写真今よく見たらキャベツ全然出てないんですよね。キャベツ切れんのかな、これ。回んないんですけど、これなんかね、用途が違う気がする。絶対なんか買い間違えてる気がする。全然切れてないじゃん。ここに書いてあったのが、人参の細切り、きゅうりの螺旋切り、ピーマンの千切り、玉ねぎのスライス料理。キャベツがないんですよね。すごいちょっとなんか不安すぎる、これ。細くは切れてるけどすごいつながってるんですよ、ほら。こういう風に切りたい人もいると思うんですよね。絶対人の手じゃ切れないじゃないですか。人参切るやつですよ、これ。間違えて買っちゃったよ、もう。どんだけだよ。フードコーディネーターのさっこさんにキャベツの千切りの仕方を教えてもらおうと思います。まずこれ今1玉キャベツあるんですけど、この芯の周りをちょっと切り込みを入れて、これでこう葉っぱを取りやすくします。初手から全然違う。1枚ずつまず剥がすじゃないですか。そしたらこの芯の部分、これさっき阿部さん気になってたところです。ここを切り落としちゃいます。切ってあげると食感が、この硬い部分がなくなるので、よりふわっと。私半分に切ってそのまんまズバズバ切ってたから、やっぱみんなこういう一手間やってるんだなって。とんかつ屋さんとかもこういう一手間やってるのかな。繊維の向きが横向きに入ってると思うんですけど、それと直角にします。でくるくるっと、切りやすいようにっていう意味ですね、ここは。こんな感じでこの端から切っていきます。うわ
長の向きなんですけど、結構慣れないとこうなったりこうなったりするんですけど、こうまな板となるべく垂直に。すごいすごいで、なんでこれ折りたたむかっていうと、このまな板とここの幅を狭くしてあげることで動きやすくなるんですよね。包丁がすごい細く切れます。全然違う。やっぱりなんかもう切り方が全然違う。芯を取ってあげてるので硬い部分がなくなって全部同じ細さに切れます。はい。やってみましょう。ちょっとこれでやばい、怖い怖い怖い。なんであんなそのスポンってすぐいけるんだろう。ここから持ち上げると綺麗に。なるほど。おお、綺麗に剥がれました。はい、ここら辺の部分をこれをこう切って包丁作りがとても怖いです。これでこう重ねて、はい、繊維がこうなってるってことですよね。そう、垂直にっていうことはこういう風に巻いていくってことですよね。で、しっかり左手でしっかり押さえる。左手で押さえて。これさっきのサッコさんのあの包丁どうなってたのあれ。ちょっと指気をつけてくださいね。左手。絶対切るやつ。さっきのあれどうなってたのあれ。包丁は同じ位置に落とすというイメージで。でもさっきよりすごい綺麗。すごい綺麗綺麗。この辺とかすごい綺麗じゃないですか。お水につけてあげると、今ちょっとしなっとしてるじゃないですか。これがパリッとしてお店で食べるみたいな。そうなんですね。さっきまでめっちゃ切ってたやつ全部なんかそのままにして、多分今頃めっちゃしなしなになってるだろうな。どれぐらい置いとけばいいんですか。もう3分とか5分とかで。ああ、大変勉強になりました。一番最初に私が素で切ったやつから3つの道具を、使って切ってみたのと、あと最後にサッコさんに教えていただいて練習して、切ったやつで5パターン並べてみました。このスライサーすごくないですか。すごい綺麗。スーパーで買ってきたみたいな。細い。これ一番最初に私が切ったやつですね。はいはいはい。この中からこのカツに合うキャベツを選びたいんですけど、なんかスライサーかなみたいな、お店っぽいですよね。でもなんかね、やっぱりシャッキリ感でいうとこっちかなっていう。でもこっちがシャッキリしてる感ありますよね。この練習後のやつをやっぱりなんかもう緑色が違いますもん。なんかちょっとしなっちゃってますね。まあちょっと時間経っちゃったりっていうのもありますけど。美味しそう。ありがとうございます。サッコさんのおかげでちょっと正しい千切りの方法が分かりました。あとスライサーも使えばもっとなんか店っぽくできるっていうことも分かりました。すごい。カツに合う千切りキャベツ。もうちょっと細くなればいいかなと思うんですけども、ここはなんかおいおい練習していけたらなと思ってます。じゃあちょっといただきます。やっぱシャッキリ感がいいです。すごい違いますね。出来上がりっていうよりも自分がどれぐらい満足するかみたいなところが大事なんじゃないですか。わかんないけど。